Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さんが日本へ来て、もし誰かを褒めたい時に何て言えばいいかを今日は教えたいと思います。やっぱり人とコミュニケーションをする時に相手を褒めるっていうことはとても大切だと思うんですけど、でも日本人を褒める時に何て言えばいいのというのが多分わからないかなと思うので、それを教えたいと思います。そして今日前の動画とは別の友達に電話をして、その友達をいきなり褒めたいと思います。どんな反応するかな？すごい驚くかなやっぱり褒められたら嬉しいじゃないですか。まあそれが本当かどうかわかんなくても、言われたら僕はとても嬉しいです。でも最初に皆さんに知ってほしいのは、日本人は全然褒めないことです。いや動画終わっちゃったよ、これで終わりじゃなくて、実は日本人の人はなんか恥ずかしくて、多分恥ずかしくてだと思うんですけど、あまりそういう自分の気持ちを他の人に伝えることはあまりないと思います。例えば僕が女の子に可愛いねと言ったことは何回あるかな？ほとんどないと思います。彼女がいた時でも全然彼女にあまり言ってなかったかなと思います。多分言った方が良かったんですけど、なんか言おうとするとっていう風にちょっと言葉が詰まって少し恥ずかしくなってうまく言えなかったことが多いです。でも他の人も女の子に可愛いねって直接言ってることはあまり見たことがないですね。もちろん僕と男の友達だけの時になんとかちゃん可愛いよねとかそういう話はしたことありますけど、その人に直接可愛いねとか綺麗だねとかそういったことはほとんどありません。女の子も女の子同士であの人かっこいいよねとか言っていると思うんですけど、女の子がその人に直接かっこいいねって言っているところを見たことはほとんどないですね。僕も言われたことないです。それは俺のせいかもしれないですけど、特に僕は高校生の時男子しかいない高校、男子校だったんですよ。ですのであんまり女の子とも話したことないし、もし女の子が僕にかっこいいって直接言ってきたら、もしかして僕のこと好きなのって思っちゃったかもしれないです。少なくともその子のことを気にし始めますね。多分その子がいたら、あ、今日はいるなとか、あれ何してるんだろうとか、だんだん気になってきちゃうと思います。そんな感じで日本人は直接その人のことを褒めるっていうことは、他の国の人と比べてすごく少ないと思います。でもここが一番大切なんですけど、褒めることをあまりしないんですけど、褒められるとめちゃくちゃ嬉しいです。やっぱり他の人があまりしないから、もし言われたら、あれ僕って特別なのかなとか、女の子もそんなこと言われたことないと思ってすごくドキドキすると思います。僕も今のところ、女の子しか好きになったことないのでゲイじゃないと思うんですけど、男の子にかっこいいねと言われたらそれはすごく嬉しいです。ですので女の子に言われたらもちろんもっと嬉しいし、他の人があまり言わないので、あれもしかしてこの子は俺に興味があるのかなって思っちゃうと思います。なんか僕の心を全部見せてるみたいでちょっと恥ずかしいんですけど、そういうことです。じゃあ実際にどうやって日本人を褒めたら日本人は嬉しいかっていうことが書いてあるランキングがあるサイトを見つけたので、今日はそれを紹介します。僕が何て言われたら嬉しいかを言ってもいいんですけど、やっぱりみんな多くの人がどう思っているかのランキングがあるので、それを今日は見たいと思います。男性と女性で言われた時に嬉しい言葉が違います。最初は日本人男性が言われた時に嬉しいと思う言葉、僕も日本人男性なので、それを見ていきたいと思います。まず第5位は面白い。面白いか。ひときくん面白いよね。かな。そんなに嬉しいわけではないかもしれない。第4位、すごい。例えば、勉強ができてすごいとか、仕事をサクサクできてすごいとか、そういう風に使うみたいです。ひとき勉強できてすごい。これは確かにちょっと嬉しいかも。でも、なんだろうな。なんか俺の表面しか見てなくて、中身を見てない感じがちょっとするかもしれないね。だから嬉しいけど、80% くらいかな。第3位は頼りになる。何でも任せられる。
これは嬉しいね。なんか俺のことを信じているっていうのがわかるから、これは結構嬉しい。でも使うシチュエーションが難しいかもしれないですね。もし皆さんが日本で日本人の友達がいて、何かしてくれた時に頼りになるっていうことはできますけど、何もしてくれなかったらその言葉あんまり使えないと思うので、ちょっとシチュエーションが難しいですかね。第2位はかっこいい。やっぱりこのかっこいいって言われるとね、やっぱ嬉しい。もちろんかっこいいは見た目のかっこいいもあるけど、多分中身のかっこいいもあるから、多分第2位ですごくランキングが高いんだと思う。嬉しい。これ嬉しいね。確かに。では第1位、一緒にいると楽しい。この一緒にいるとっていう言葉があると、これは最高だね。この一緒にいるとっていうのを言うとすごいね。他の人じゃないあなたと一緒にいるとすごく楽しいっていう言葉はもうめっちゃ嬉しいね。でも多分女の人が男の人にそれを言ったら、多分日本人の男性は多分この人は僕のこと好きなんだろうなって思うと思います。僕たちあまり褒めないので、なんかそんなに褒めたら多分好きなんだろうなってわかると思います。では次に日本人の女性をどうやって褒めればいいか。これはね、俺も知らないといけないと思うので勉強しましょう。第5位、センスがいい。このセンスがいいは、例えばファッションセンスがいいねとか、あと髪型がすごくおしゃれだねとか、そういう風なセンスがいいねっていう意味になります。でも確かにこれは男の子でも言われたら嬉しいと思います。5位がもう一つある。多分同じ数だったのかな。5位は笑顔が魅力的。笑顔がいいねって言われたら確かに嬉しいのかな。嬉しいよね。嬉しいな、これは。第4位は癒される。でも確かに可愛い女性を見ると心がはぁっていう風に癒される。大丈夫かな、俺こんなこと言って恥ずかしいんだけど、はぁって癒されるよね。癒される気持ち多分わかるんじゃないかな、男の人だったら。だから女性もすごく癒されるねって言われた時って嬉しいのかもしれませんね。第3位は綺麗。手が綺麗ですねとか肌が綺麗ですねって言われたら、やっぱり女性は嬉しいみたいです。でもいきなり綺麗ですねって言ったら、多分日本人の女性だとびっくりしちゃうかもしれないですね。全然知らない人に言われたらちょっと怖いかもしれないです。ですので、すごく嬉しいけどちょっとリスクがあって、あんま知らない人に使うとなんか嫌だって思われるかもしれないです。第2位、一緒にいると楽しい。これはやっぱ男性も女性も嬉しいんですね。一緒にいると楽しい。この一緒って言葉があると嬉しいんですね。皆さん第1位は何だと思いますか？第1位は可愛い。やっぱり女の子は可愛いって言われると嬉しいんかな。この可愛いも多分かっこいいねと同じように、見た目だけじゃなくて中身も性格が可愛いねとか、そういうこともあると思うんですけど、やっぱ可愛いって言われると他のどんな言葉よりも直接心に来てって嬉しいのかもしれないですね。アニメ好きな人は聞いたことあるかもしれないんですけど、可愛いは正義というフレーズがあります。これ僕が考えたんじゃないですよ。多分どっかのアニメであったフレーズで、みんながそうだそうだと思ったので、有名になったフレーズなんですけど、可愛いは正義。ちょっと覚えておいてください。でも最近日本では言葉のセクシュアルハラスメント、セクハラが少し問題になってます。例えば会社でおじさんが若い女の子に可愛いねって言ったら、もうそれでセクハラになります。正直ちょっと厳しいかなって思う時もあるんですけど、やっぱり自分よりもすごく年上のおじさんとかに可愛いねって言われるとちょっと気持ち悪いって思う女の子もいて、もしその女の子たちがボスにあのおじさんにそういうこと言われたと言ったら、多分そのボスはそのおじさんをクビにするかもしれないです。あとは彼氏いるのとか、結婚してるのとか、あと何歳ですかっていうのもちょっとセクハラになるかもしれないらしいです。ちょっと厳しすぎじゃないですか。でも最近日本ではそういう風になってきてるので、多分男の人は女の人にそういうことを言ったりしないですね。多分日本人の男性は、少なくとも会社ではそういう可愛いねとかを言わないと思います。ですので皆さんの中で会社で働く場合はそういう言葉をあまり使わないで、
プライベートで遊び行く時とかには使ってみてください。でもやっぱり褒められたら嬉しいんです。ですので今から僕の男の友達に電話をして、その友達にさっきの5個、ランキングの5個全部を言って褒めたいと思います。さあでは電話をしたいと思います。出るかな。あまり褒め慣れてないので少し緊張します。もしもし。はいはい、どうした？ちょっと聞きたいことがあって、コミュニケーション能力のことでちょっとアドバイス欲しいんだけど。コミュニケーション能力で僕に？そう、はい、アドバイス欲しいんだけど。ちょっと声聞こえる？なんか聞こえてる。大丈夫。今聞こえる。よく。ちょっと今からコミュニケーションのアドバイスが欲しいんだけど。はいはい。なんでそんなにいつも面白くて、コミュニケーション能力がすごくて、しかも頼りにされてて、かっこよくて一緒にいると楽しいって思わせられるの？自己紹介？違う自己紹介じゃなくてアドバイスが欲しいんだけど、どうやったらそういう風に一緒にいると楽しいとか、そういう風に思わすことができるの？まず俺は面白い人間ではないぞ。それは相手側さんが勝手に楽しいと思ってるだけよ。そうなんだ。じゃあ自分は別にそう思わないの？俺は好きなようにやってるだけだから。そっか。ただ、会話するのが好きだから、そう会話を長引かせようとしてちょっとわざとボケたりとはするよ。なるほどね。あとはなんでそんなにかっこいいの？それはちょっと否定させてもらおうか。なんで否定するの？否定するよ、そこは。なんでかっこいいって思わないの？思わないねって。そんな自分に自信はないからな。そうなんだ。でも俺はでもほらかっこいいって思ってるから、そう思う。言うね。何？いや、よう言うねと思って。本気にはしてないね。本気だと思ってないいいアドバイスじゃないかアドバイスじゃないけど、分かった。いろいろそう。はい、バイバイ。確かにこの友達はさっき言った5個全部当てはまるんですよ。僕は一緒にいて楽しいと思うし、いろいろ他の人の気持ちを考えられるいい人って思うんですけど、やっぱ自分はね、やっぱ日本人の人は自分ではいやそんなことないよって思うみたいです。でもやっぱり男女関係なく言われたらすごく嬉しいと思います。正直に言う機会ってあまりなかったので、今回言えてよかったかなと思います。でしかもちょっと嬉しそうだったのがちょっと面白かったです次学校で会う時少し恥ずかしいんだけどなんかでもお互いハッピーになれるので、皆さんもぜひ使ってみてください。 Did you enjoy this video? I enjoyed myself. 皆さんありがとうございました。タメ口モード。いやー恥ずかしかった。すごい恥ずかしかった。あまり言ったことないから。でも相手が嬉しそうで俺も嬉しかった。さっきの友達みたいに褒められると、いやそんなことないよっていう風に僕たちは言うんですけど、めっちゃ恥ずかしいからそういうこと言うんだけど、でも心の中では後でお菓子買ってあげようとか、そういう風に思う。人のいいところを見つけられる人は友達たくさんできると思うから、みんなも他の人のいいところを見つけて日本語でそれを表現してみて。絶対言われた人は嬉しいし、俺も今度からそうしようかなって思った。はい、ではバイバイ。